皆さんこんにちは。私は2021年に66歳になる、うじき.○○と言います。よろしくお願いします。この動画では32ビットと64ビットのあらゆる世界中のパソコンで起動直後の画面で美しい画像でメニューが表示されるスティック型の USB メモリーを最短時間で作成する手順を紹介します。32ビット版と64ビット版のシステムレスキューを起動できます。私は YouTube で広く紹介されている Windows 復元 USB メモリーなんてある意味で無視しています。希望するバックアップを起動直後に USB メモリーを抜いて持ち帰り、すぐに帰宅できて安心して眠れるバックアップですから、ウイルスによる被害からの救済だけでなくて、完璧なタイムマシーンをご自分のパソコンで実現できます。業者から届いたパソコンの原子バックアップを実行しています。理由はわかりますよね？詳しくは、あなたのブラウザーの優先言語に自動翻訳する、うじき.○○のワードプレス記事をご覧くださいね。卵が先か、鶏が先かの問題は、皆さんが解決するとして、文字が大きく表示されるメニューで、システムレスキュー 7.0.1 を起動しましょう。日本語キーボードが使えるように、セットキーマップ JP106 を実行しています。YouTube では、安い CPU 基板を利用して、Linux の利用を解説していますが、スワップメモリーの運用をしないままに、あれあれ不都合と説いていますが、Linux では、まず、スワップメモリーの運用を考えます。すでに Linux のスワップメモリー専用のパーテーションがあるのなら、スワッポンでデバイスを直接指定します。Windows 10利用者の大半はスワップメモリー専用のパーテーションなんてないはずですので、Windows 10が自動的に作成するスワップメモリー専用のファイル、ページファイルシスを利用します。ページファイルシス、ファイルをメイクスワップコマンドでフォーマットしてから、スワッポンで運用を開始します。Linux の makedir コマンドで好きなフォルダーを作成し、fdisk コマンドでディスクのレポートを知り、マウントコマンドでディスクをマウントしてから、ls コマンドでフォルダーのデータを見ながら、cd コマンドでフォルダーを渡り歩く。慣れれば簡単でも、初めてなら尻込みしますよね。開発したのは同じ人間です。頑張りましょう。スワップメモリーの運用レポートは、Linux コマンドの FREE で可能です。スワップメモリー制御スタートできたなら、スタート X コマンドで X ウィンドウを起動します。X ウィンドウを起動した後に、スワップメモリーの制御は可能です。gparted の GUI を利用したマウント機能や、スワッポン命令が可能です。今回は、gparted アイコンとターミナルアイコンをマウスでクリックして起動しましょう。ターミナルの文字フォントや画面の色、そしてウィンドウサイズを変更しましょう。gparted で USB メモリーに切り替えます。この例では、SLADEV-SDE が USB メモリーであることが理解できます。あなたの場合は別の正解でしょうが、解説を目的として、SLADEV-SDE が USB メモリーであるとして、進めていきます。MBRW2PART、DD ファイルは、超圧縮ファイルの MBRW2PART、7Z ファイルを解凍すれば得られます。MBRW2PART、7Z ファイルは、うじき.○○のワードプレス記事から無料で配布しています。あなたのブラウザーが日本語を言語として設定していれば、ダウンロードする際の限定条件は日本語で表示されます。あなたのブラウザーが日本語以外に設定していれば、ダウンロードする際の限定条件は英語で表示されます。理解できない場合は、あなたの言語をディスカスで知らせてください。お願いします。なお、再配布は許可できません。再配布したサイト、そのサイトの持ち主、または SNS やメーリングリストのアカウント管理者、持ち主もアカウント管理者も、不定の場合は、運営会社にすべての損害の責任を負っていただきます。ご注意願います。Linux、DD コマンドでデータを USB メモリーに書き込むには、
F ディスクコマンドなどで、USB メモリーのデバイス名と、MBRW2PART、DD ファイルを、保存した場所を知り、MBRW2PART、DD ファイルを、簡単に扱える場所に、移動しましょう。マウントコマンドでリード、オンリーとして、実行すれば安全です。仮に Windows 10の C、ドライブの、フォルダー名が、Windows、添付、に、MBRW2PART、DD ファイルを、保存したとしたら、makedir コマンドで、適当に大文字で、win を作成し、マウントコマンドで、マウント、スラデブスラ SDA に、win、-o、ro、エンターキーを、実行し、cd コマンドで、cd、win Windows 添付、エンターキーを、実行すれば到着できるかも、しれません。私の場合は、makedir コマンドで、適当に大文字で、NTFS を作成し、マウントコマンドで、マウント、スラデブスラ SDA5、NTFS、-o、ro、エンターキーを実行し、CD コマンドで、CD、NTFS-PARTIMAGE32BIT、エンターキーで、目的の MBRW2PART、DD ファイル保存場所に移動しています。そして、解説画面では、USB メモリーのデバイス名は、スラデブ SDE と想定しています。USB メモリーのデバイス名は、fdisk -l コマンドや gparted で何度も確認すること、ミス、オペレーションによるいかなる損害について、筆者氏木 .○○は、一切の責任を負いません。解説の例では、DD、IF イコール MBRW2PART、DD、OF イコールスラデブ SDE、エンターキーを実行し、USB メモリーの先頭にデータを書き込みます。DD コマンドが終了しましたら、gparted でリフレッシュし、出来上がった2つのパーテーションを削除しましょう。先頭に 257MB の余白、そして後尾に 3300MB 以上の余白を設定して、新規に第1パーテーションを作成します。第2パーテーションも作成します。次に、パートイメージを起動して、データを埋め込む場所を指定し、データを選択し、間違いがなければ、処理を実行します。パートイメージの操作は直感的です。キーボードのタブキーとスペースキーとエンターキーと F5 キーを使います。systemrcd7.25GBBYSORTED.000 ファイルを指定して USB メモリーの第2パーテーションへ転送します。F ディスクコマンドで、USB メモリーの管理コードを変更します。なぜなら、DD コマンドで転送したので、管理コードが同じだからです。F ディスクコマンドから、X から I で管理コードを入力し、R で戻り、W で書き込みます。X ウィンドウでの仕上げとして、第1パーテーションの仮のラベルを指定し、第2パーテーションに対して、チェック処理を実行します。この動画では実行していませんが、第1パーテーションを Windows 10で FAT32 にフォーマット処理するべきでした。
Windows 10を起動したなら、PC を右クリックして、管理を選択し、記憶域、ディスクの管理を選択しましょう。USB メモリーの各パーテーションのドライブ名を確認します。USB メモリーの各ドライブに、USB メモリー用のアイコン、ファイルを転送しましょう。それぞれの AUTORUN、INF ファイルを編集します。ラベル名を編集し、アイコン、ファイル名を指定します。USB メモリーを安全に取り外し、再度 USB メモリーを差し込みます。USB メモリーの各ドライブのアイコンが変化し、ラベル文字も変化します。アイコン、ファイルと AUTORUN、INF ファイルを隠しファイルにしますか？USB メモリーの第2パーテーションの、ブート。グラブにある、画像ファイルをお好みのソフトで、編集しましょう。
28カ国言語メニュー簡単切り替え機能搭載の無料画像編集ソフトのインストーラーは、うじき.○○のワードプレスで配布しています。動画では無料画像編集ソフトを利用して文字を変更しています。これで32ビットパソコンでも64ビットパソコンでも利用できる USB メモリーを作成できました。うじき.○○のワードプレスで詳細解説を行っています。ワードプレスでレポートした東芝と NEC の2台の古い32ビット、ラップトップ、パソコンでも利用を確認していますし、64ビット UEFI パソコンでも利用できています。もちろん、64ビットレガシー BIOS でも利用できています。バックアップ 1.shell を利用した複数のパーテーションの自動バックアップはすでに実運用で、絶対的な効果を何年にもわたって生み出し続けています。